全然ダメです。多分程度が低いというか、僕のは深くないです。怒ってるだけなんでもう自分の怒りをもうぶち込んでるだけなんで、僕の場合はそれを言って自分もすっきりしてるし、お客さんもシンガロングして死ねーっつって言っててすっきりしてるんじゃないですか。わからないですけど。世界の人に聞いてもらいたいっていうのはやっぱりあります。それが自分の英語が伝わってるかどうかは分かんないけど、それはまず念頭にはありますね、英語を選んだっていう理由は。もちろんちゃんとしっかり英語でメッセージ伝えてるバンドたくさんいるし、でかっこいいバンドもたくさんいるから、まあそこはまあ人それぞれ。ソウルバイスは本当にもうジャストジョークバンド、ベリーワースジャパニーズハーコーバンドだからそんなことはないでしょ。いや本当にもう別にジャストチル。歌詞通り怒ってないと嘘だと思ってるんで、自分はもう本当にもう喧嘩する気で言ってるし、ライブ中はワンワードもチル。ステージも一緒、もう別にただ飲んで楽しむだけ。俺はもう全員ぶっ殺すつもりでやってますね。そうこっちに聞いた方がいい。行き過ぎて前の人が怪我しないようには少し気を使ってます、僕はうーってなるんですけど、この辺にいると当たりそうになるんで危ないっていう。故意でやるわけじゃないから当たっちゃったりとかすることもあるし、まあ怪我してもねしょうがないっていうか、それを覚悟の上で遊びに来てくださいみたいな感じで普通にピリついてるけど、僕も頭踏まれたりするんで、普通にダイブしていくんで頭踏んでダイブしてでいいんですよ。それで靭帯も切ったし、もう怪我だらけだよ本当に。まあそれが楽しくて、ムカついたらでも殴っちゃうけど多分別にそれでいいと思うんですよ。でもあそこの空間だけ許されるんで、いい緊張感あるんですよ、僕からしたら。なんかとにかくボケーっとしてるやつを一発うわーって刺したいっていうのは俺はあるね、初めて来た人とかにね、なんかトラウマになるぐらい忘れらんねえなあの感じっていうのは、やっぱ自分たちが多分最初そうだったんですよね。そうだったんです。初め1回目2回目見た時になんだこれみたいなやっぱあると思うんで、やっぱり興奮させるっていうような意味合いの、新しい人がそれをドキドキしながら自分で扉を開くっていうのが楽しいんじゃない？まあ、この間やったイベントも下は18歳から上は50歳までっていうようなのが一緒のベニューでね、ライブやったし日本人だけじゃなくてそこで仲良くなった外国人の人とかもいるし、でツアーに呼ばれてそこの国に行ったりとか、普段の生活してて会わないだろうなっていう人もいるし、会うことがないだろうなって、それはもう単純に年齢が離れてたりとか距離が離れてたりとか。サラリーマンがスーツ着て仕事帰りにライブにいるのは面白いかもしれないけど、僕らには普通っていうか、でもその彼も別にただハードコアが好きで仕事もしてて、まあ日本はそういうの結構よくあるなみたいなっていうか、これって何なんだろうなと思ってた時に、アリゾナとかライブ行った時に思ったんですけど、砂漠しかなくて何にもない倉庫をみんなでシャッター開けてスピーカー持ち込んでドラムセット持ち込んでチケットのもぎりも友達でやって、ちょっと日本と違うというか、日本は今日ライブあんな、でも仕事もあるし友達の遊びもあるしカラオケも飲み会もあるし家庭の時間彼女との時間いろいろあるけど、その選択肢の中まあ行こっかの人とね、やっぱそういう砂漠のねど真ん中でこのショーのために今日みんなで打ちかますぜみたいな、もう全然違うなとは思いましたね。ピュアというか純度がすごい高い感じですよね。ハードコアとはまあなんだろうな、俺の場合は思うのは、ハードコアミュージックから影響を受けたものとかハードコアに対する愛とかを自分なりの方法で表現することが、でそれを表現し続けてる人個人がハードコアだと思ってますね。そう思って僕はやってます。ハードコア is life, working, chill, music, all もう life, just one life, life。ビデオがあって、ニューヨークハーコアっていう執行部っておるアグノスティック・ロンとでゴリラ・ビスケイツ、そうビデオ見てやっぱりなんだこれはってなって、人がダイビングしてるわ、
なんかもうこんな暴れてるわで、やっぱりものすごい衝撃を受けて、1993年にシック・オブ・イットール、シック・オブ・ロが来日。それまだ高校生だったんですけど、まあそれが結局中には入れなかったんですけど、外で、まあお金なかったから。会場どこだったんですか？会場新宿のアンチロックかな。うん、それに行ってやっぱり、まあこういうのがあるんだなっていうのはね、まあライブっていうものに触れ合って、自社の自分たちのレーベルっていうのがあって、その中で僕はそのハードコアのレーベルを作ったのが元々のきっかけ。もう今も同じ会社にいるんだけど、もうやっぱり CD が今売れない状態になって、もう5年ぐらいまでその CD のディストリビューターやめちゃったんだけど、まあレーベルだけは僕自分でそれの名前を残して自分で全部自分に今お金でやってるって感じで、でみんな周りの友達のバンドを出してサポートしてます。ここで会った仲間がみんな最高っていう。そうですね。だから一緒にできるし。それをもう十何年以上かけて気づいたらそんくらい経っちゃってた。もっと言っちゃうと僕と菅原さんなんか本当20何年以上っていうかもう。そんくらいだよね。ただのおじさんなんだよ俺たち。そう。僕は多分すごくちびっこの頃は全然ダメな子だったので、本当にそういうバカ丸出しの暴力的なところにすごく惹かれて、もうそのまんまやってたんで、多分僕ハードコアのこういう音楽好きじゃなかったら多分本当にダメな方に行って終わってたと思います、正直。そういう業界に行ってて多分そのまま終わってたと思います。だからすげえかっこいい音楽に出会えてよかったなっていうのはあります。はい。やっぱなんで俺こんなに嫌な思いしなきゃいけないんだろうとかっていう時もあったし、結局救いを求めてしまうのはハードコアだったりもしたし、ハードコアをやってるから嫌な思いもしたことあるし、もうやめちまおうと思ったこともあるし、でもやめられなかったみたいな。友達に助けられながらなんとか生きてます。これからどうなってほしいか。でももうちょいやっぱりアメリカぐらい大きくしたいなっていうのはありますよね。そのシーンっていうかね。レスリングとかなんかそういったとこでも曲使うじゃないですか。映画ムービーもそのハードな音楽を。だからもうちょい日本のそういったところにもなんかこういう音楽をアピールして使っていただきたいなっていうのはちょっと今後やりたいなとは思ってますけどね、俺は。日本独特のなんかちょっと上辺だけなぞったような音楽があんま好きじゃなくて、子供騙しみたいなのがやっぱ一番大衆に受けやすいんですよ。薄いのがそれっぽいみたいなの流行りのなんか、まあもっともっとハードコアとかパンクね、こういうかっこいいものをもっと広がってくれたらいいなっていうのは思ってますよ。ただそのやり方もクールにいきたいんだけど、なかなか難しいなこの日本という国においてはみたいな。多少ダサいことしないと広がんねえのかなっていうのもあるし、一瞬広がったところでそういうのやってまたちっちゃくなるんだったらなんかやるだけ損なのかなとか思ったり、少し葛藤はありますね自分は。若いバンドとも一緒にやっていきたいし、もちろん若くてかっこいいバンドもいるから、ただサポートもしたいし、もちろんそこに年齢は関係なくリスペクトはあるから、やべえっていうバンドもやっぱいるから、それは年齢とか全然ね関係ないし、とにかく日本に来て困ったことがあったらライブに来ればもうどうにでもなるっていうか、そうですね、友達にもやっぱすぐなれるし、ぜひライブに来てほしいなっていうのはありますね。さっきも言ったように立ち位置で全然違うんでしょうけど、千太君とか僕はもっともっと外に攻めに行く感じのポジションになってくるのかなとは思いますね。日本国内でもそうだし、じゃあ海外で対等ぐらいにやれんのかっていうところで、やってる感じですかね。当然ヨーロッパとかアメリカから毎年のように外人のねアーティスト、ハードコアのアーティスト呼んだり呼ばしてもらってツアーしてもらって、今の現行の US の人たちこういう感じだよとかで、今度自分たちもなんかトレードツアーで呼んでいってもらって、じゃあ日本のバンドなめるんじゃねえみたいなとこもあるし、
最後のメッセージ、サイゴンテラーじゃない。サイガンテラー。not サイゴン。サイガン。みんな楽しもう。人生わかんない。Just chilling time. Chill time. Don't say something at all. You can't say something nice. Tokyo hardcore. This is so vice. Spirit.